北西線へ来ました。おお、この辺桜結構咲いとるな。冬季通行止めは解除されたので、2024年初の南濃北西線倉掛峠へ行こうと思っております。おお、ところどころ桜が咲いております。この辺満開だね。おお、30キロ制限。この辺は空気がひんやりしてるな。下半身もちょっと肌寒い感じ。そう、こうなるからね、あったかくなったとはいえ防寒をある程度忘れずにしてこないとね。こういった道に入った途端に寒くなってガタガタ震えることがあるんでね。上半身の冷えはこうやってスクリーン、電動スクリーン伸ばしときゃ上半身に当たる数は軽減できるから、多少はマシだろうけど。ところどころに桜か。これ桜だよな。これ全部生えとるね。生えとる咲いとるね。かおお、桜。この辺はまだ、おお、危ない危ない満開っていう感じじゃないな。もうちょいだな。桜が咲いとる時期に来るのは初めてだねな。スクーターこうやってね、さっと止めれるのがいいね。そう。そしてカメラバッグを入れたらこんな感じになっちゃいました。もうヘルメットは入れれません。でででーん、こいつだ。よいしょ。まだ買ったばかり、カメラ初心者。これまだいいか。このままいっちゃおうか。ズームができんな。これでいいか。違う、なんか違う。こうか。赤いところを合わせて黒くしたままいけるよ。へえ。これ、どうすんだ。鳥になっとんな。認識対象なしでいいんか。まあいいや。人物にとけ。これ、こうか。あ、縦で撮るときはええか。これシャッタースピードモードにしとくか。こういうカメラ壊れねえかな。バイクのシート下に入れといて。それが怖えな。一応
ケースも買ったんだけど、もうちょっとシートじゃねえ、衝撃吸収するやつを下に引いといた方がいいかな。昔コンパクトカメラか、ズーム付きのコンパクトカメラ使っとった時はね、バッグに入れて背負って走っとっても壊れよったでな。ズームができなくなっちゃったんだよ。修理に出して戻ってきてもまたすぐに壊れて、でもう使わなくなっちゃった。このぐらいのスピードでゆっくり曲がる分にはそんなバイクをホールドしながらっていうのはあんまり意識してないけど、軽く足をキュッと伸ばすような感じで、口輪とかそこの輪動も気になるけど、伸ばすような感じで足をギュッと伸ばすようにしてやると、林道がすげえ気になる。足をね、こう曲がった状態からギュッとこれ大げさだけど、そこまで伸ばさんけど、ギュッと伸ばすような感じにしてやると、この腰というかお尻の部分がこのシートの段差の部分に押し付けられるんで、そうすると体は安定する。コーナーリングニーグリップできなくて不安だなーっていう場合は、こうしてちょっと力を入れたると体は安定するんで、ちょっと不安な時はそうして、不安でもねえんだけどな、何も考えんでも十分楽々曲がってきるでな。先客あり。さあ、岩田山頂公園か。まだ今年も来ましたけど、とりあえずはちょっと鳥も取れたらいいなと。あとは山頂からの眺めをでも遠くの方は霞んじゃっとるけど、でも気持ちいいね。
岩田山頂公園、小1時間野鳥撮影をしてみましたが、なかなかこれが難しい。近づけば逃げてくんで、あとなかなか木の中から出てきてくれないから撮影できず、待ち伏せしとっても狙った位置に来てくれるわけでもないんでね。まあでも楽しかったな。写真はどんなのが撮れとるか、まあそんなに写真は撮れとらんかもしれんけど、ハンティングとまではいかんけど、なんか狙った獲物じゃないけど、それは楽しかったな。写真に収めたるでっていう野鳥、ちょっとハンティング感覚。釣りの時も獲物釣ってやるぜっていう感じでこう待ち伏せしたり、こっちから歩き回って魚探したり、なんか同じような感覚で楽しめたな。ただ飛んどる野鳥の名前はメジロぐらいは分かったけど、他は分かりません。ということで、ツーリング&カメラで写真で楽しむのもいいんじゃないでしょうか。ではこれから鞍掛峠へ行きたいと思います。